レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。兄ちゃん遊びに来たよ。で、机にこれご飯置いてマイク立てて何してんのこれ。洋介、お前あれ覚えてるか？あれ？とんでもなくうまそうにお茶漬け食べるお茶漬けの元の CM。 ああれ撮りてんだよ。れ知ってるよ。机と一人だけスポットライトが当たったシチュエーションの CM だったっけな。ああ、そうだそうだ、あれだよねそれだわそれ。お前今から俺があの CM のあの感じやってみるから、洋介はそれを見てうまそうだったかうまそうじゃなかったかこれ教えてくれ。まあなんでか分かんないけど、まあいいよ。はい。じゃあやってみるぞ。ただいまお茶漬け中。どうだ洋介？全然うまそうじゃないまあでもなんか思い出したらちょっとやっぱお腹空いてきたね。じゃあ今日は兄ちゃんに今日はお腹いっぱいになりそうな掛け声を教えて。いいな、とびっきりうまそうな掛け声教えてやる、はい、じゃあ掛け声はこれだ。おんうおおいいえおえうわあいあ。おんういおおいいえおえうわあいあ。どうだ、わかったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。洋介頑張ってな。陽介さん、まもなくです。お前もう番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。豆苗と握り拳のおむすびだパエヤマサラカマサラカ飲みすぎいや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカスパイエアのマサラカ。時刻は夜8時30分を回りました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間から僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラカをお送りしていきます。はい、お願いします。ちょっとね惜しかったのおもろい。豆苗、豚汁と豚汁おにぎりセットでくださいなちょっと惜しかったね。なんかおもろかったなうんよろしかったです。おにぎりはそう合ってたなるほどね。で豆苗もちょっと絶妙に近いっていうまあ豚汁に入ってるかもしれない。そうよかったですね。そう、8月18日米の日らしいです。お、なるほどね。いいですね。米の漢字を分解すると88に見えることから、どういうこと？この日に記念日が設けられました。今年のお米は5キロ3000円弱となる見込みで、昨年に比べて1000円ほど安くなる見込みだそうです。消費者としては安くなって嬉しい反面、生産者側的には生産コストと売り値が釣り合わず、経営が苦しいところもあるそうです。確かにな。こんな時こそお米をいっぱい食べて生産者さんを応援しましょう。いいですね。まあ僕はいっぱい食ってますね。2人が今まで一番ご飯が進んだおかずなんですよ。でもやっぱ福岡に行った時のその吉田の鯛茶とかはあれは進むし、そうね。そうなんか結構多いよね。吉田の鯛茶食う時、俺なんかね自分の中で米2杯で終わるのは、損してると思うだから貧乏症みたいなことだからまず、鯛1枚と漬物で、茶碗1杯行き過ぎじゃねそれ。でだいぶ行ってんね。2杯で2杯目に鯛茶にします。ああなるほどね。2杯目の途中で、途中までは漬物でいきます。あとたまに天ぷらも出るじゃん。そう天ぷらでもうまいんだよな、あれで、で3杯目で全てがお茶漬けにする。まあうまいよね。でもなんか肉じゃないよね。なんかそう魚の方が進む気がする。魚、むしろ俺野菜の漬物でいいもん。いや俺無理だわ。俺明日地球が終わりますってやったら、お米と、きゅうりの浅漬け、とお味噌汁。まるで CM みたいだねあれもさお漬物添えてあったよね確かやっぱいやまあでも日本の心だよね。やっぱああいうのは。俺とかナス田楽、ベーナスって知ってる？ベーナスなんか聞いたことあるね。ちょっとこう丸いやつ。ああわかるわかる。あれを俺がバイトしてた店長の実家がそういう
小料理屋さんだったから、そこにもバイト呼ばれて行ってたの、そこで食うそれがマジでうまくて、それで米俺2杯食ってすごいね。お米のこだわりありますか？僕はこれ前話したと思うんだよな。でもバサラカで話してないんじゃない？バサラカはないか、夢ピリカ。そう、夢ピリカ。俺はもうずっと買ってますね。俺も夢ピリカみたいな、高級なご飯になっちゃいましたけどね。夢ピリカは値下がんない。いやあれね高えんだけど、で5キロで買ってるでしょ。5キロで買ってる。今4800円。するあれだけはね値下がんないのよ。でも去年だっけ米がないっつってなったの。去年米騒、令和の米騒動でしょ。あの時期にも割とあったね。夢ピリカ高いから多分。あの時5800円とか。そう結構した。でも俺あの時期になんかたまたま、その北海道のふるさと納税で夢ピリカ頼んでて、本当にあの時期で一気になくなった時に毎月夢ピリカ届いてた。そうちょうどよかった。俺もなんかね東京来てからなんで夢ピリカ食い出したの。そうなんだよ。なんかもうさ、米とかって正直一人暮らしのスーパーで、あの時俺はもう車も持ってないし、ってなるとやっぱ大変じゃ買い物。重いね。だからネットスーパーでたまたま頼んでみたらめちゃくちゃうまかったから、そっからもう絶対夢ピリカ。そう俺も夢ピリカ。途中でもね去年のだから、そういうこと多分健太が送られてきた時期ぐらいなかったの。そうなんだ。そこの辺買ってないんだよな。その時は苦しかったな。いやですね。はい。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹はい、あ介しましょう。りがとうございます。ラジオネーム猫猫さん。はい、ありがとうございます。健太さん、ゆうすけさん、こんばんは。はいよ。バサラカ2周年おめでとうございます。ありがとうございます。ゴールデンタイムに進出した後も深夜テンションを忘れないお二人の掛け合いが楽しく、最近少し懐かしい選曲も耳心地が良くて大好きな番組になりました。ありがとうございます。ここでゆうすけさんに一つお尋ねします。はいはい。ヨーロッパの後、iPad の位置情報がヨーロッパにあるという投稿をインスタグラムで拝見しました。これはトラブルだったのか、単純に機内モードの影響なので、過去の位置情報が表示されていたのか気になって夜しか眠れません。もしよろしければ解決できたのか教えていただきたいです。すでに話題になって終わっていたら申し訳ありません。これね、どうしたんですかあれ結局。まだないです。まだ位置情報はヨーロッパ。でももう充電切れてる。確かに。説明すると僕がポーランドのね、帰りに乗り継ぎがあるから2回飛行機に乗るわけですよ。国内便から国際便に乗り換えなきゃいけない。その国内便の座席ポケットの中に入れてきたまんまだ。でそうですね。後でやるけどさ、実況対象のシールあるの。あれをやっぱそろそろさ、髪型とかも変わったし、ちょっとリニューアルしたいなと思って、どんなのにしようかなと思ってたけど、そもそも俺 iPad 今ねえやと思って。確かに。そうだからちょっとどうしようって今困ってます。困ってます。続いていきますか。はい。ヨーミンさん。はい。健太さん、陽介さん、こんばんは。2周年おめでとうございます。はい。毎日暑くて大変ですね。ところで陽介さんは福岡では有名な崩落まんじゅうのコバルトアイスは食べたことありますか？写真ついてるね。私は昔西陣の本店で働いていたことがありますと。これ写真は何これ？コバルトアイス。コバルトアイスなんじゃない？かき氷じゃないの？かき氷になんかブルーハワイみたいな色のなんかコバルトカラー。食べたことないわ。崩落まんじゅうも初めて聞いた。回転焼き、はい。回転焼き。回転まんじゅう。回転まんじゅう？崩落まんじゅうっていうお店。お店があるんだ、そういう。なるほどね。行ったことない。俺大学西陣だったけど。じゃああるじゃん多分。いや行ったことないわ。じゃあ今度ね福岡行った時はね、ちょっとね最近西陣に行きたいんだよね。じゃあ西陣なんかやりましょう。スタッフさんお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。そして今夜ははい、ジャストライクです2026テーマソング We Are One、 いいですね。こちらをバサラカでフル尺初解禁いたします。ぜひ聴いてください。お願いします。スパイアで We Are One。 スパイアのバサラカ。お送りした曲はスパイアで We Are One でした。はいよ。こちらは壮大になってますね。そうですね。ジャストライクディスのテーマソングということで、まあでも結構最近だったね撮ったのは。最近撮ったね。いやでもやっぱ今回その日韓
で初めて海外でもっていうことで、なんかすごいメッセージ性も分かりやすくて、みんなで歌える。そうそうそう、なんかなんだろうね、やっぱりその日本がどう韓国がどう世界がどうっていうよりも、やっぱりこうなんかさ、音楽で世界の国境ってなくなるなって思うタイミング多いじゃん、やっぱり、こうね、行ってると、いろんな国に、すごい僕はなんかこのタイトルを見た時にすごくいいテーマだなって思ったんで、まあこういうなんか楽曲でみんなで一つになれたらね、すごい楽しいだろうなって思いましたね。そうだね、しかもなんか最近にしてはやっとこうパッと明るい。そうね、確かにそうかも、ちょっと暗かったからね、スパイの楽曲。皆さん全モードまだ聴いてください。はい、それではここからはこちらをお送りします。実況大賞発表会。いいですね。今から僕たちが X でハッシュタグバサラカをつけて実況してくれたポストを対象に独断と偏見で実況対象を決めていきます。はいよ。実況対象の対象となるのは7月の放送分ですね。7日、14日、21日、28日です。はい。それでは早速7月7日、これ七夕の日ですね。七夕の日、対象から発表します。7月7日は短冊に書きたいことを話したり、教習所でバイクの免許を取った友達の話をしたり、90歳を超えた祖母に離婚したことを黙っているというお悩みに答えた回でした。そんな7月7日の実況対象はマルタさん。やばい、始まるってダッシュで退勤してイヤホンつけて聞いた第一声、愛は深い。おめでとう。おめでとうとプラス、はい、わがまま娘さん。はい、長編に行けんかったっていうのは当時は生きてることがめっちゃ辛かったと思うよ。陰口なんて影じゃないところでバンバン言われただろうしな。そう思ったら戦争なんてダメなんだよ。人として大切なものさえも忘れてしまうんだよ。戦争って人類の敵やです。おめでとうございます。はい。まあこのわがまま娘さんのあれは、はいはい、あれかな、俺のおじいちゃんの話だからね。俺のおじいちゃんが足が悪くて、戦争に行けなかったっていう話だったからね。いや本当その通りだよ。いやその通りね。本当に今でもね、まだまだ世界を見渡せば、争い事はなくなってないですからね。そうですね。なんか本当にこう久々にこうグサッときた、そうですね、実況でしたね。はい、ありがとうございます。続いて7月14日の実況対象です。7月14日の放送は、ひまわり畑の話をしたり、実況対象の発表をして、森高千里の17歳をかけたり、あまり関わりがない人と喋るときに声が小さくなるというお悩みに答えた回でした。なるほど。そんな7月14日の実況対象はアンナデスさんの、陽介さんもしかして雨に嫌われてるのかなです。おめでとうございます。これあれだよね、ポーランドが終わった後ぐらいに収録して、ポーランドでもポーランドとかもいろんなところだよね。タイだったり台湾だったり、いろんなところで回避したっていう話から、いやそうなんだよね。もしかしたら俺がもはや雨に嫌われてるのかもしれない。説はあるね。だって今日もさ、まあお昼さマスタリングがありましたね。あれ俺だから着いた時すっげえ雨降ってきたの。でちょっと時間あったからちょっと古着屋さん行くかと思って、まあすぐ近くのね、傘ささなくてもパッと行けばいいやってでバーって行って出てきた頃にはもう雨なんて1ミリも降ってない。そうだね。だから陽介が回避してるんじゃないかも。雨が俺を回避してる。そう嫌われてんだ。おめでとうございます。続いて7月21日実況対象です。7月21日は日本三景について話したり、用もないのに自販機のボタンを押してたら人がお金を入れたのに気づかずボタンを押した友達の話や、あったね、いつまで自分の趣味を優先する生き方をしていいのかというお悩みに答えた回でした。そんな7月21日の実況対象はモンブランさんの、何かをマイナスにしない、いい言葉だです。おめでとうございます。これは何でしたっけ？これはあれだから趣味をね、ないがしろにしてまで結婚だったり、そういう出産だったりを趣味を捨ててかどうか否かみたいな話、ああ確かにそう、それを捨てるとかじゃない、だからマイナスに捉えるなってことね。そう趣味を。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて7月28日、実況対象です。7月28日は、僕の誕生日をお祝いしたり、プレゼントをかけてバサラカ検定を受けてもらった回でした。そんな7月28日の実況対象はルナさんの歌えるのにタイトルがなかなか出てこない
夏の扉ねでしたおめでとうございますもうあれだね、はいはいはい、気まぐれ選曲、ああそれね松田聖子さんの、はいはいはい、あれだよ、久留米だからっていうあれで、誕生日久留米で、っていうあれで松田聖子さんにして、俺らも曲名知らなかった、なんだっけなんだっけってなってね、しべしべしはいはいはいあれありましたね。パンのパン CM ってそうだ思ってたよ。パンの CM って思ってたらハムだハムだそうだそうだ、それハムなってなったやつだ。伊藤麻子さんのね、はいはいはい、ハムの CM 確かね。だ今回は7月7日から2人選出ということでね、はい、まあそんな時もあります、あります。ない時もあれば2人いる時もあるとね、はい、いや12345人の方ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。実況大賞に選ばれた皆さんにはバサラカスタッフから X の DM で後日連絡をしますので、スパイのバサラカの公式 X をフォローして DM を送れるようにしておいてください、今月の放送も実況大賞やっていくので、引き続き皆さんハッシュタグバサラカでポストをお願いします、以上2026年7月の実況大賞発表会でした、スパイアのバサラカ。お送りした曲は AKB48 で真夏のサウンズグッドでした。なんで？いや夏だから。夏だから陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。はい、行ってみましょう。今週もお悩み届いてます。はいよ。ラジオネーム、ポポポプーンさん。はい、ありがとう。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。僕は今高校2年生で進路について悩んでるので、話を聞いてほしいです。なるほど。僕は卒業後に就職する予定なのですが、周りの友達は大学に行く人が多くて、なんとなく自分だけ取り残されるような気がしています、自分で決めた進路なのに急にこれでいいのかなと思ってしまいます、でも大学に行ったところで同世代の友達と楽しいことをしたいとかは思うんですけど、将来のためにこれを勉強したいとかは思い浮かべません、お二人は進路を決めるとき何を基準に考えましたか？はあ、どうですか？僕は大学行ったんだけど、俺が大学に行ったのは正直、けじめ。言いますと、うちの家庭は、保守的なので、大学には行っとかんねと。ああ、なるほどね、出とけと、大学ぐらいは。で高校終わりぐらいから、音楽はやりたいと思ってたから、それこそ音楽の専門学校行こうとか、いろいろ考えてたわけですよ、でも、やっぱ大学に行けと、やりたいことがあるなら大学でやれと、でそのバンドをしたいなら、ちゃんとその大卒を取ってからやると。ああ、なるほどね。やることやってやるならいいよってことだね。そうだから、俺は、そのとりあえず、行ってる高校の中で、いいだろうという大学を受けて、で通って好きなことしようと、だから特にその大学で何かを学ぼうとか、正直そのクリスチャン系かなカトリックかなどっちか忘れたけど、キリスト系の大学なんですよ、だから英語とかの、授業とかは、割と必須である方なので、英語は絶対いると、当時もそのやっぱ英詞のバンドが好きだったし、自分も英詞で歌いたいと思ったし、海外でライブもしたいと思ったから、英語は勉強したいと、それ以外は知らんと、それ以外はもう俺はバンドすると、だから今すごく思うと思う、高校2年生周りの友達と離れるの嫌ですよ、大丈夫ですよ、もちろん大事なんだけど、第一優先ではないからだからこれこう見えてるだけよね。周りが大学に行くから自分は間違った選択をしたんじゃないかって思っちゃってるだけっていうか、ただ、100% そのなんていう迷いが、その就職に対して迷いがあった場合、それもそれでちょっとリスキーというか、だから自分が決めたものを信じきれる方向でいいんじゃないと思うね、自分がもうこっちが一緒って思う方がいいのかなっていうふうには思うし、大学に行けばその4年間、むしろ短大もあるけど、4年間、学生という身分で守られはするけど、4年間守られて22歳でしょ。でパッて社会に出ていくわけだから、18から働いてやるやつと比べたら、それやっぱ差は出るよね。差は出る、で
そのポポポプーンがやりたい仕事っていうのが、その4年間の下積みが大事だって思うのであれば絶対就職した方がいいと思うし、そうね、もしこれから自分もしかしたら他にやりたいことこれが一番やりたいことって言われたらそうじゃないのかなとか、今自分妥協してこれをやりたいって言ってるだけなのかなってこう自問自答して、それが妥協してるんだったら、もしそのね大学に行ける環境があるのであれば、大学に行ってじっくり考えるっていう選択肢もあり、あるだね、大卒の切符さえつかめば、選択肢は広くなる。そう広がる、正直そう思うな。それはもうそうなんだよ、あとはもう自分のこの家庭環境と、あとはまあ自分の心よね、でどこまでこう腹をくくれるかっていう多分話だと思うから、それでね、100% 腹をくくれない、ちょっとって思っちゃうところがあれば、それはねって思うのはその友達と一緒にいたいとか別の話、別の話でね、自分の本当にやりたい仕事とか、自分が今後人生何十年やっていきたいことっていうのを軸にして考えた時に、もう周りの人間関係とは一切関係なしに、って考えたら時にどっちを取るかっていうのは、そのまあこれはもう本当自分そうね、だから会話してそう友達とかそういうのを抜きにして一回自分と話し合った方がいいかもね、友達に聞いたって、友達は自分が進む道を正義だと思ってるから、それしか見えてない。そうそう、自分と話し合って、これはもう一回決めた方がいいかもね、ちゃんと頑張ってください。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております、小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みをお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでアウェイクです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。米食いたいね、腹減ってきたわ、さすがにちょっと。俺コンビニのわかめおにぎり好き。俺ダメなんだよあれ、わかめ系って。わかめダメなの？さ、そのなんか俺の混ぜ込みおむすびさんとか好きじゃないの？いや好きじゃない。混ぜ込みおむすびさんってローカルかな？知ってるじゃん。知らない。混ぜ込みおむすびさん。あ、それは知ってるわ。知ってる。丸宮の。いやでもなんか違う。あ、そう。惣菜系のやつとかつくね。米は白米で食べたい。おにぎりはおにぎりらしい具で食べたい。外はお米。中は鮭。で海苔が巻いてあってみたいな。混ぜ込みはあんまり好き。そうですか。シーチキンとかも好きじゃないあんまり。マヨネーズと米って我が強い。米の良さを消している。消してる。ということでお知らせです。今年の Just Like This 2026は日韓開催。Day1 韓国は9月5日土曜、キンテックス第2展示場公明広場。Day2 日本は9月26日土曜、山梨県河口湖ステラシアターです。そして、アニメ追放された天聖重騎士はゲーム知識で無双するオープニング主題歌アウェイク配信中、そして CD も発売中です。そして JLT2026 テーマソング We Are One 8月26日から先行配信がスタートされます。ぜひチェックしてください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp BASARAKA @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信しますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。